こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回は横浜中華街にあるローズホテル横浜の後半動画です。はい、今部屋に昼食を食べて部屋に帰ってきました。掃除がね終わってるみたいです。ベッドメイキングねしてくれてますね。そして寝巻きも交換してくれてます。この布団なんですけど、すごい寝心地よかったんですね。広くて枕もすごい、多分同じ柔らかさの枕でしたね。はい、そんな硬さが変わってるって感じはしなかったですけど、すごい広いし枕が2つあるのは助かりました。布団だけがねちょっとねこの布団なんですけども、こういった薄いね布がかかっていて、もう朝になるとねもうぐっちゃぐちゃになってました。これがね分離してねぐちゃぐちゃになるタイプの布団です。ちょっとねこちらにも書いてあるんですけども、ベッドメイク&シーツ交換不要っていう、ね、これをね連泊されるお客様に向けて置いてあるんですけども、これねシーツ、枕カバー、ナイトウェアの交換などベッドメイクが不要な方はこのカードを枕元に置いてお出かけくださいませって書いてあるんです。そうするとミネラルウォーター 500ml が2本もらえるっていう特典があったんですね。で最初は妻と話してて、じゃあ別にベッドメイクとかいらないからこれお水もらおうかねって言ってたんですね。ただちょっと朝起きたらさっきも言った通り、もうこの掛け布団がねもうぐちゃぐちゃになってしまったので、あとちょっと僕意外とちょっと汗かいてしまってね、寝てね、はい、ちょっとガウンが新しいの欲しいなと思って、ペットボトル2本ぐらいだったらもうやってもらおうかなと思って、はい、普通に清掃してもらいました。そしたらですね、ちゃんとペットボトル置いてくれてるんですよね。はい、これ良かったです。これならねちゃんと掃除してもらった方がいいです。はい、またこうしてコーヒーもね用意してくれてますね。はい、横浜カフェ、こういったコーヒーとか砂糖のセットまた置いてくれています。はい、後で飲みたいと思います。はい、ちょっとバスルームの方にも行ってアメニティねどうなってるか見たいと思います。今バスルーム来ました。バスルームは綺麗にしてくれてますね。はい、また気持ちよく使えます。毎日ねこうして掃除してくれるのはいいですね。連泊だとね毎日掃除ほぼないんですけどね、こうしてまた6シタンのボトルがね新しいボトル置いてくれてますね。昨日ね6シタンちょっと使ったんですけどね、すごいやっぱりいい香りでした。毎日掃除してもらったら1日6本補充してくれるんですかね。そしたら今回5泊なので合計30本をねもらえる計算になります。すごいお得だと思いますね。あと他にもカミソリとかね、はい、こうして歯ブラシまた新しいの借りてくれてます。毎日補充してくれますね。これはすごいいいと思います。アメニティ毎日交換でね、だいたい連泊するとね本当アメニティはもう最初のアメニティだけですよとか何日かに一遍だけ交換しますっていうところが多いんですけど、ここはなんか毎日してくれそうです。はい、じゃあ残り4泊楽しんでいきたいと思います。ちょっと言い忘れてたんですけども、こちらのリビングマスターですね。最初入った頃これ何か分かんなくて、で1泊目の時にですねフロントにですねこの部屋エアコンのねリモコンがないんですよ。それでちょっと涼しくしたい時とかちょっと寒い時に、どうしたらいいですかって言ったらこのリビングマスターですね、こちらの調節を行ってくださいと言われました。室温とかは部屋からはできないそうです。もう全館同じ温度設定で温度管理されていて、部屋でできるのはこの弱風量だけですね。風量を強くしたい時は強、風量を弱くしたい時は弱して、もう風がいらない、エアコンの風がいらない時はこれキリですね。これしかできないんですね。なので今ホテルの温度設定が、冷房になってるのか暖房になってるのかもう全然わかんないんですよね。でもねすごい寒いとかすごい暑いといったことはありません。僕はいつも寝る時これ切ってます。で風呂上がりの時だけ少しつけるような感じですね。暑い時とかですね。多分今冷房になってると思うので、空調はそんな感じです。インターネットのスピード測ってなかったので測ってみたいと思います。それではスタート。はい、ダウンロードがね今出ました。 20.2Mbps。 はい、アップロードがですね 6.3Mbps となっています。普通に使う分には問題ないスピードです。それではネットは以上になります。あとこちらにチェックインした時にですね、この麻婆豆腐このレトルトをですね10個もらいました。1人5個ですね。でこれ下のお土産屋さん行ったらですね5個で2430円で売ってたんですね。こちら値段書いてますけど、なので2人分だと4860円
ね、重慶飯店の麻婆豆腐本当に美味しいので、これは本当に嬉しいです。ホテルの屋上には屋外プールがあります。屋外なので5月23日から9月30日までのオープンですが、宿泊者は無料で利用することができます。入り口から入るとまず温かいお湯のジャグジーがあります。その隣には不規則な形のプールがあります。近くのボタンを押すとジャグジーの泡をオンオフできます。そしてこちらがプールから見た外の景色になります。プールの最長部は12メートル、深さは 1.2 メートルだそうです。19時以降は大人限定ですが、中華街の夜景を見ながらナイトプールとしても楽しめるようです。プール脇にはテーブルと椅子、サマーベッドもあるので、プールサイドでゆっくりしたい方にもいいですね。こちらはホテル2階にあるホテルでミュージアム横浜中華街歴史回廊。横浜中華街の160年の歴史がわかる当時のピアノや写真などが説明とともにいろいろ飾られていて、とても興味深いミュージアムでした。ホテルの目の前には赤い靴バスのバス停があって、横浜の主要な観光名所を巡ることができます。料金は1回220円、1日乗車券だと500円で利用できます。また羽田空港行きのバスもここから出ているので、飛行機を利用される方にも大変便利です。早速赤い靴バスに乗って港の見える丘公園に行ってきました。こちらはベイブリッジや港が公園から一望できます。また公園にはちょうど春のバラの季節で、たくさんのバラが見事に咲いていました。こちらでは合計330品種、2200本のバラを四季の草花とともに鑑賞できます。この一帯は開港当時外国人居留地で、丘の上にイギリス軍、下にフランス軍が駐屯していた場所だそうです。イギリス館は無料で中を開放しているので、入って見学してみました。ホテルのスイートルームのような広い部屋、こんなところに一度は泊まってみたいですよね。今度は山下公園にやってきました。今はね、ちょうどバラの季節なんですかね。バラがとても咲いていて、それを見に来る方が大変多いですね。ローズ園だそうです。こちらが海側になります。はい、ちょうど氷川丸がね、重要文化財で日本郵船氷川丸、これが中入れるみたいなので、これから見学していきたいと思います。大人は1人300円で乗れるみたいです。氷川丸は日本郵船が1930年にシアトル航路用に建造した船で、太平洋を横断する貨客船として活躍しました。当時は船が海外に渡る唯一の手段だったので、輸送船の役割、また豪華クルーズで行く海外旅行の役割も果たしていました。船の中には当時のレストランや客室の様子、車庫室、機関室などが当時の姿のまま残されていて、大変興味深いものでした。他にもホテルから徒歩圏内で行ける横浜開港資料館、横浜税関資料室もかなり面白い施設でした。夜には中華街を歩いて美味しい点心を食べに行きます。東光飯店の点心、シューマイ、焼き餃子、水餃子は大変美味しかったので、点心が好きな方には大変おすすめです。今回中華街に5泊してみて、食事は朝に近所のフレッシュネスバーガーやサンマルクカフェでパンとコーヒー、お昼は重慶飯店で美味しいランチをお腹いっぱい食べて、夜は中華街をブラブラしながらお気に入りの点心を食べるというのが僕には一番合っていました。初日に中華街の1980円税抜きの食べ放題のお店の呼び込みに誘われて入ったんですが、出される料理が写真とは全く違う、かなりクオリティが低い料理ばかりだったので、初日から重慶飯店でランチを食べておけばと今でも後悔しています。夜はホテルから歩いてすぐにある山下公園の散歩もおすすめです。ライトアップされた氷川丸やみなとみらいエリア、ベイブリッジもライトアップされていて、綺麗な夜景を見ながら気持ちよく散歩できました。では今回の動画は以上になります。この動画が横浜での美味しい食事とホテルを探している方の参考になれば幸いです。もし今回の動画が良かった方は、いいねボタンも押していただけると励みになります。
では今日も最後までご視聴ありがとうございました。